こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は呪術廻戦に登場する両面スクナの指をこのようにたくさん作ってみました。シリコン型とレジンキャストというものを使って複製して作っています。それでは早速みんなちょっと指がさっき食べた指が喉に絡んだみたいではい。それではみんなで作りましょう。まずは原型を作ります。グレイスカルピーという粘土を使います。カッターナイフを使って細かく切り出していきます。棒を使ってこねて柔らかくしていきます。使っている棒は他の動画でたまに出てくる水道パイプの切れ端ですね。棒なら別に何でもいいです。柔らかくなったので、まずは手で大まかに形を作り出していきます。本当にざっと形を出すだけですね。スパチュラと呼ばれる粘土細工用の道具がありますので、それを使って形を細かく作り上げていきます。今回使っているものですが、模型店で売っているようなものを中心に使ってます。販売店について特に説明しないものは基本的に模型店で取り扱っているような商品だと思ってください。大型模型店でないと売ってないような商品もありますが、取り寄せもできると思いますので、そういうのも利用してください。概要欄に Amazon の商品リンクも貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。この粘土ですが、オーブンで焼くと固まります。ですので、ある程度形ができたら一度焼いてしっかりとさせます。130度の熱で30分ほど焼き上げました。冷ますとカチカチになります。硬くなったので加工を再開します。硬くなったためカッターナイフで削ったりとか紙やすりをかけたりといった作業も可能となります。こんな感じで時折硬くしてこのように加工してっていう繰り返しになります。少しパーツの盛り上げが足りないなと思ったところにスカルピーを再び盛り付けていきます。そしてさらに焼き上げていきます。上手に焼けました。さらに加工を続けていきます。こんな感じで満足いくものに仕上がるまでひたすら加工を続けます。というわけで一通り加工が終わって原型が完成しました。逆ヨガ！ジュース回線の動画は他にもいろいろあります。この動画の後にでもぜひ見ていってくださいね。ここからはシリコンを使って複製するための型を作ります。まずブロックを使って指を取り囲むように枠を作ります。このブロックですが、複製用に作られている商品を使ってますが、普通のおもちゃのブロックとかでも構いません。ブロックでなくともプラスチックの板で囲うだけでも構いません。枠の中に油粘土を置きます。きっちりと隙間ができないように詰めます。この油粘土に原型を半分埋めるので少し掘っておきます。原型を埋めます。そしてプラスチックの棒も埋めます。何でもいいので細長いもので穴をたくさん作っておきます。動画では筆の反対側を使ってます。シリコンバリアというものを塗ります。これは離型剤と呼ばれるもので、型から物が剥がれやすくなるようにするためのものです。粘土の部分に塗っておきます。シリコンをカップに注ぎます。シリコンは缶に入っていてドロドロのものとなっております。後ほど硬化剤と混ぜるのですが、しっかりとした比率で混ぜないと硬化不良を起こすので、はかりで重さを測りながら注いでいってます。今度は硬化剤を混ぜます。混ぜ終わったらしっかりとかき混ぜます。分量を間違えないように気をつけてください。ここからはシリコンを流し込んでいくのですが、まずは原型の上に垂らしていきます。少しずつこのように垂らしていきます。大事なことなので2回言いました。シリコンと原型の間に気泡があると、それがそのまま形として残ってしまうので、エアダスターを吹きかけて気泡を飛ばしていきます。そこまでやったところでドバッと流し込んでいきます。シリコンって結構高いんですよね。
ですので、以前使ったシリコン型の切れ端を入れてかさ増しします。これはあくまでケチなのでやってるだけなので、ケチケチしないとか、少しでもいい型を作りたいという方は入れなくていいです。そして再びシリコンを上から注ぎます。というわけで固まるまで待ちます。この商品は8時間で硬化します。固まったのを確認したら、ブロックと粘土を外してしまいます。そしてシリコン型の方を囲むように、再びブロックを組み上げて枠を作っていきます。この後、再びシリコンを流し込んでもう片面を作るのですが、後ほど2つの型として分離できるように理系剤を塗っておきます。これをやり忘れると、ただの一つの塊になってしまうので、絶対に忘れないように気をつけてね。というわけで、再びシリコンを流していきます。ケチケチしてるので、また切れ端を入れたいところですが、切れ端はなくなっちゃったんで、シリコンだけ流し込んでます。しっかり固まったのを確認して、ブロックを外します。やったことある人ならわかりますけど、ドキドキの型の分離タイムです。いい感じにパカッと割れました。というわけで、原型と棒を取り外してしまいます。後ほどレジンキャストというものを流し込むんですが、それを流し込めるようにゲートを加工していきます。棒を並べましたが、繋がってない部分があるので、そこを繋げたりとか、入り口の部分を広げたりなどして加工しておきます。型作りはこれで完成です。逆用が Twitter やサブチャンネルも見てね。ここからは実際に複製します。まずはパーツが後ほど剥がしやすくなるように理系剤を塗っておきます。太めの輪ゴムでしっかりと型を固定します。この輪ゴムはホームセンターで買ってきたものです。レジンキャストというものを流し込みます。2つの液体になってて、それを混ぜ合わせます。1対1の分量で混ぜ合わせる必要があるので、はかりで測りながら混ぜます。混ぜ終わったら、ゲートから流し込んでいきます。流し込みやすいように口は大きめに切っておくといいです。10分ぐらいで硬化します。硬化すると色が変わってきます。ゴムを外してしまって中身を取り出します。バッチリできましたね。この作業を繰り返すことでたくさん同じものが作れます。複製が終わったので加工していきます。まずはゲートの跡などいらないところを片付けてしまいます。理系剤が残っていると塗装を弾くことがあるので、パーツクリーナーをかけて洗浄しておきます。これはホームセンターで買ったものです。気泡ができた場所や形が少しいびつになってしまった場所などを修正します。ポリエステルパテというものを使います。硬化剤を混ぜると硬くなるものです。これを形の悪いところに盛り付けて、後で削って修正します。レジンキャストは直接塗装しようとしても塗料の乗りが非常に悪いので、まずは下地を塗ります。プラサフという車用の下地を僕は愛用します。ホームセンターで売っている商品です。プラサフが乾いたらラッカースプレーで艶消し黒に塗り上げます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものです。ここからは筆でミスターカラーを塗っていきます。ミスターカラーとはプラモデル用塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売られています。塗る時のコツですが、ベタッと塗るのではなく、塗料を筆に取ってある程度かすれた状態でこすりつけるようにして塗っていくと、ベースの色が残っていい感じになります。というわけで、これにて一通り完成です。お疲れ様でした。指1本の重量は 40g となります。制作時間は10時間。材料費は家にあるものをいろいろ使ったので3000円でした。質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。作中では20本あると明言されてますので、今回はたくさん作ってみました。といっても20本はさすがに厳しいんで4本ですけどね。ぜひ作る方は20本チャレンジしてみてください。たくさん作ってみようと思ったので複製してたくさん作りましたが、ほとんどの人は1個あれば十分だと思いますので、原型に直接色を塗って完成させてもらってもいいと思います。そしたら材料費も安上がりですね。金具を取り付けることによってアクセサリーとしても気軽に使えます。こんな感じで可愛いお財布なんかにもぴったり似合いますね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画も見てくださいね。
うがぐく